ご視聴ありがとうございます。前回、唐突にウプ主の持論、熊本説をひねり出していたわけですが、何をもってそう言ったのか、Google マップの距離測定機能を使いながらご説明いたします。義手は神殿の記載通り、大砲軍からの沿岸を南に航行するとして、現在の地図で当時の正しい距離が出るわけもないのですが、一つの説として大まかな感覚をつかんでいただこうということで、とりあえずここではないのかと思っている。現在の地名でいうところの熊本県菊池市にある七条町宇手名までの距離を測定します。いきなりなんだか地名まで出てますけど、これで解決とは言わないのよね。もちろんこれは弱小素人邪馬台国研究好きのおっさんが宇手名の字を見つけるまで Google マップとストリートビューでさまよった末に、ついでだから距離も測定しておいたら見やすくていいだろうとりあえず経路を示したまでに過ぎない。この説を出すことによって肯定も否定も異論も論破も全部受けるつもりなのよね。ああ、争うつもりはない。ちょっとした前置きをしている間に地図が進んでいるので簡単に解説していく。松浦国に上陸するとして、今の松浦市よりも松浦川河口にある唐津が、その地名と古くから現在までの航路を考えた上で、より確実に対馬海流を越えて到達できる場所だと考えている。上陸点はひとまず呼ぶことした。もう少しだけ根拠をお願いします。これより先、東に目的地があるにもかかわらず、わざわざ松浦国で下船し、草むらを分けるような道を進むため、目的地に直接外洋を渡る船で入港できない決まりでもあるのか、松浦国から博多湾あたりまでの沿岸を進むことが、今よりも難しい事情があったのではないだろうか。今でも壱岐島に行くときには、唐津からの方が楽って聞いたから。想像の域を超えないけれど、案外合ってるのかもしれないね。地図ではもう次の工程に進んでいるが、糸国、逸国は糸と島の合わさった場所で、ひとまず糸島市の南側の平地、山側の部分に歩を進める。ちらっと吉野ヶ里方面にピンを打ちかけてたね。正直言うとすでにここで悩ましくて、松浦国から東南に進むのなら思いっきり佐賀に入るのが自然で、上陸点をどうにか呼ぶ子にして強引に到着した糸から方位を測定して東南に進んできたと言い張るためだけのルート設定になっている。多くの機内説論者の先生たちのニヤニヤが止まらないわ。まあ毎回遭難でもしなければたどり着かないルートを選ぶとは思わないので、対馬海流ルートや下関を無理やり通る技術がなかったとは断言しないけれど、後に井戸城を置いたこの辺りが大陸への玄関口になったと思うのが、機内説でも九州説でも使える便利な落としどころじゃないかしら。使える、便利で笑い。現糸島市を通るルートについては、これも諸説あるでしょうけど、おあつらえ向きの日向峠という場所がちょうど名国へのルートに合うと思ったのよ。あくまでも諸説の一つとしてお楽しみください。名国はこれもひとまず中川市の荒人神社あたりにしたけど、次に出てくる文国が真東に来るため、今でいう海町や太宰府とその後の東馬国へ向かう手段を考慮した結果に過ぎない。その辺りに海はないので川でも下るのかしら。なんだろう、いきなりネタバレやめてもらえますか。どこの何行だよ。とりあえず太宰府を通らせたかったので、その西側からほぼまっすぐ歩かせてみた。お手軽に諸説を作りやがる。しばらく
俺がルールブックだ状態の大先生、河内の作業をお楽しみください。楽しいのかそれ。ここで、宝満川から筑後川に乗り換えていく川のルートを選んでみた。次はいよいよ謎の日数表示で行くと馬国への南行きルートだね。もちろん、当時の川筋と今とでは全く同じにならないだろうが、大体の距離や日数を推測するにはちょうどいい材料だと思ったのよ。悠久の川旅をお楽しみください。のんびり20日の旅路でたどり着く先は、後に祝いの欄があったこの地にしてみた。はい、説明お願いします。当麻国は読みも似ていることから宮崎県西都市の妻神社あたりという人もいる。ただ西都市を当麻国とすると、さらにその南に邪馬台国があって、またそのさらに南に久名国があるという記述から、当麻国の位置としては南すぎると思っているんだ。日向の国をどうするか、九州説の最大の問題だよね。当麻国は邪馬台国に次ぐ第2の勢力として、義手は神殿に記述の5万戸を賄えそうな佐賀や久留米、鳥栖、八女の北側を含むあたりまでとした。続けて邪馬台国の外郭部分としては、すでに地図でも入っている八女市や宮間市あたりも含めて、思い切って熊本県の中部までを邪馬台国の最大範囲としたい。はい、また説明してもらえますかね。ここからは思いっきり仮説であると前置きして、本来邪馬台国だけがあり、もともと国の王として立っていたのは壇王卑弥呼だった。阿蘇山を中心とし、豊富な資源、また交易によって国力は増大。その間である久子引が実権を握って専横を始めた。人々はその国を久名国と呼んだ。僕の考えた最強の邪馬台国、終わりましたか？いや、まだあるぞ、なとついている国は、どうも、尼族とつながりがあって、渡来系も含め、交易が盛んな集団がいたと思われ、国を作る上で、強力な力を持っていたと思うのだ。それで、あと、この熊本北部から大分にかけて、やたら、鉄の矢尻が出土するんだけど、特に卑弥呼の生きていたとされる弥生後期の出土がダントツに多いのが、この菊池郡のあたりなんだ。さ、それじゃ、久名国の場所と邪馬台国って近すぎない？ここまで気分よく言ったのだから、もう一押ししちゃうと、久名国にとっても豊富な資源と災いの種である阿蘇山を鎮める卑弥呼の存在を盾に、どうにかくこち引くの好き勝手させないように、この七条町ウテナに卑弥呼の住居や祭殿があったんじゃないかと睨んでいるんだ。はい、説明お疲れ様でした。まだあるかな？鉄の矢尻については、そんなものは錆びてなくなったよなんて言う人もいたらしいけど、まずそこで戦の準備があることと、さらにはそれを放棄する、または多量にまとめて保管する必要がなければ、そんなに同じ地域に集中して出土するとは思えないんだ。他の地域とどれくらい数の差があるの？これは全て発掘しなければわからない永遠の仮だけど、吉野ヶ里や久留米、朝倉あたりまでを合わせた数から見て4倍。福岡県全域からかき集めたとしても、その2倍以上が、この菊池郡と山鹿郡から出土しているんだ。圧倒的じゃないか、我が軍は。
意外と兄上も甘いようで。茶番はさておき、これだけの戦力差がありながら、卑弥呼没後と思われる時代からは、全く、この鉄の矢尻が、この辺りから出なくなるところが注目点なんだ。弥生時代の終末期には大分や竹田、また、糸島の辺りの鉄の矢尻の量が増え、おそらくは、久名国側として、阿蘇郡の鉄の矢尻の数が急増する。位置的には、ちょっと、東側から圧力が加わり始める感じだね。そう、卑弥呼が没し、また国が乱れる。卑弥呼の時代に集められていた鉄の矢尻が、卑弥呼を守るものなのか。それとも久名国が、虎視眈々と勢力拡大を狙っていたものなのかは定かではないが、卑弥呼の神通力というよりかは、もともと大陸から渡ってきた人々の知恵と工夫で、大陸の大きな勢力を知っていてそれを利用しつつ、久名国をどうにか抑えていたというのが、邪馬台国と連合国、そしてその王に担がれた卑弥呼の実態だったんじゃないだろうか。とりあえずここくらいにして、もう少し地図の方の説明をしてもらえるかな。ズバリ言うと、菊池市七条町ウテナまでの距離は適当に調整して 1160km くらい大雑把に見れば単里の計算で大砲軍から12000里程度だと考える。ちょっと足りてない。ああ、特に川下りの部分と八女から国道3号線の川沿いの山越えルートがもっと複雑につづら折りのようになっていたと思われて、いじればいじるほど12000里にすることもできたけど、それはあまり重要じゃないかなと思ってやめた。そらそうね。一人将棋で王の位置を好き勝手に動かすようなものだわ。というわけで、この後はちょっと地図を眺めて、ストリートビューで七条町ウテナの景色と阿蘇山でも見て終わろうと思います。さて、前回の続きとして邪馬台国熊本説をどうにか拙い説明で披露してしまったのですが、いかがでしたでしょうか。誠に僭越ではございますが、今回のような便利な地図の使い方で、皆様もお試しでここだと思う邪馬台国の場所までピンを打ってみるってのはどうでしょうか。PC での Google マップの場合、任意の地点で右クリックした後、距離を測定の項目を選ぶことで、邪馬台国はおろか、果ては国四国までも気が済むまで距離測定ができます。冗談はさておき、こんな素人のざれ言でも皆様の研究や知的好奇心を満たすミリほどの足しにでもなれば幸いです。また、例によって今回の動画でも何か結論付けを行う意図はありません。これからも引き続き様々な皆様の説を拝見させていただきながら、地道にコツコツと研究していきたいと思います。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。前回の邪馬台国論争終了のお知らせにて、たくさんのコメントをいただき、誠にありがとうございます。本動画でも前回分でも構いません。またコメントなどいただけますと励みになります。極力お返事も入れていきますので、どうぞ仲良くコメント欄も活用していただければ幸いです。それではまたいつの日かお会いしましょう。